ペンネームマリスさん、46歳の女性からいただいたお悩みです。仕事についての内容です。大悟和尚様、いつも貴重なお話と気づきをありがとうございます。私は現在、準看護師としてクリニックで働かせていただいております。10月から12月の短期間の採用内容でありましたが、医療機関側が採用してくださり、働かせていただいております。大悟和尚様にご相談なのですが、会社経営に関わります和尚様にとりまして、人事、人選などはどこを重視なさっておりますでしょうか。私は23歳でうつ病を発症してから看護師として医療機関を転々としております。書類選考や面接などでも採用に至るまでは困難な状況が続いております。おそらくは過去の経験上、職場を転々としていること、長く続けられる人材ではないこと、あとは以前友人に聞いた話によりますと、自身が希望した医療機関から前職の医療機関に私がどのような感じの人間であるかの問い合わせがあったことを聞かされました。前職の人事担当の方は私が体調を崩し休みがちな人間だと履歴書を見ながら電話をしていたそうです。結果、その希望していた医療機関は不採用通知が来ました。和尚様、私もうつ病ではありますが、地に足をつけてもういい年齢でもありますので、一つの場所で長く続けていけるようにしたいです。今までたくさんの履歴書を書きました。いろいろな医療機関にも面接に行かせていただきました。和尚様、内容が支離滅裂としてしまいましたが、和尚様といたしましては、どのような人事、人選を重視なさっているのでしょうかとぜひお聞きしたいと思いましてメールさせていただきました。もうこの年齢で時間は取り戻せません。本当に若き日の自身の行いを悔いているばかりです。どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。経営という言葉があります。これは仏教の言葉であるということを、以前私も一問一答でも話したことがあるかもしれません。経営というのは、経というのはお経の経という字です。お経の経という字は縦糸ということなんです。お経本をこう閉じている糸、それがこの経という字ですね。で、この縦糸に対して横糸を絡ませていくことによって織物が織られていくわけですね。布が織られていく。生地になっていく。この縦糸に対して横糸を絡ませていく。真理という縦糸に対して横糸を絡ませていく。そして丈夫で美しくしなやかで長い布を織っていく。それが経営ということであると常々私も経営者の人たちの講演とか研修では話をするんです。ではその会社にとってのこの経営、これはその大事なことは何なのかっていうのはそれぞれの会社によって違うわけです。それぞれ会社にとって経営の理念があったりとかね、それからどんなお仕事をしているかとか、でそれによってどんな人が必要なのか、その事業を営んでいくにあたってどんな人が必要なのか、だからこの求めている人材も違いますし、それからまた採用の基準というのも会社によって事業によって経営者によって違うということは言えると思います。ただマリスさんにね、今回私は一人の経営者としてね、どういう人を求めているかという質問を今回、くださいましたので、これはもう完全に私事ですけれども、私の場合はどういう人を求めているかっていうことのその基準をね、申し上げますと、実は私の場合ちょっと特殊なのかもしれませんけれども、何かこう事業に対して人を採用する場合にですね、人展開とこと展開っていうのがあるんですよ。でそれどういうことかって言ったら、
うわー、この人本当に素敵だなと。素敵というのはやっぱり誠意があって、そして一生懸命であると。そしてこの人と一緒に働いてみたいっていうものを持っている。例えばとても明るかったりね、前向きであったり、あと何よりも私は一番とにかく誠実っていうこと大事なんですけど、ね、とか何かこう素晴らしいその能力を持っていたり、ね、でそういう場合、わあこの人素敵だなって、この人と一緒に働いてみたいなと、この人と一緒に何かをしてみたいなと思った時にはそれで採用しますということがあります。そして一緒にね、その人ができること、そしてその人が一番こう生きることというのの中で、持っているものが生きるっていう中でですね、その人の一番こう活躍ができるっていうステージを一緒に作っていくということによって事業ができていくってことがあるんです。だからマリスさんはね、おそらくもう私のこの一問一答も何度も見てらっしゃることだろうと思いますし、また、私が今仏心宗というものを立ち上げて、そしてこの仏心宗では慈悲心と知恵と、それから仏性っていうこの3つをとても大事にしているっていうことをね、以前から申し上げていることを存じ上げられていると思うんですね。まさに慈悲心と、そして知恵、そしてその人が持っている仏性っていうものを精一杯発揮して社会の中で生きていく。なのでとても慈悲心にあふれている人、とても知恵がある人、そして何かしらこう仏性を自分なりに温めている人で、そういう人に出会ったらですね、なんか面白いですね、一緒にやりませんかっていうことがあったりする。もしくはそういうふうにして一緒にやらせてくださいって来られた場合に、その仏性を見てですね、ってこの人こういうふうにしたら生きていくんじゃないかなって、その人のいいところが開いていくんじゃないかなって言ってですね、一緒に事業ができていく。だから人を見て採用ってことがあったりします。それからこと展開っていうのはですね、何かというと、私があるいは会社がこれから立ち上げたいという事業がある。でそれに対してどんな能力を持った人が必要なのかっていう基準で仕事が先にあって、その仕事に対して必要なスキルを持った人、経験を持った人を採用しますよ。あるいはそういう仕事がやりたい人を育てていく。育てていってその仕事ができるようにしていくという、そういう採用の仕方がある。私の場合はですよ。そのようにいつも採用しています。人に出会ってそこから事業ができていくという場合と、それからことが最初にあって、そのことに対して必要なスキルを持った人たちがいる。だから採用していくっていう場合もある。でもどちらの場合も私の場合はやはり大事なこと、基準としていることがあって、それは何かというと、一つは誠実さですね。あとやっぱりここはマリスさんの一つの課題であるかもしれませんけれども、できるだけ何らかの形でできることならば、ある一定期間というか長いこと働いてくださる方っていうのは経営者はみんな求めると思います。短期間でコロコロ変えたいよとは、仕事によってはそういう仕事もあるかもしれません。短期で辞めてもらうということをあえて想定して人を募集しているという会社もあるんですよ。そういう会社がいいかどうかは別として、ただそういうスタンスでもうどんどん入ってきてどんどん辞めていくっていうことを望んでいる企業があったりします、実際。けれども普通は事業って育てていくものなので、必ずね、やはり経験を積んで、そして、少なくともね、研修して、そして仕事を覚えて馴染んで、そして一発そのお仕事がちゃんとこなせるようになるというまでに期間がかかるじゃないですか。でもせっかく覚えたらやめてしまうとか、せっかく覚えたらダメになってしまうとなると、そうするとものすごくやっぱり企業からしてみると負担になるわけですね。採用側からすると。なのでやはりそこはですね、ある程度節目が来るところまでちゃんと働けるというような人を求めている。全員じゃなくてもある程度上の方に行ってですね、
マネージャークラスとかね、何かしら長いこと働いてもらうという想定で採用される人、当然、マリスさんとしても長いこと働きたい、長いことできるだけ続けたいと、あまりコロコロ変えたくないっていうんであれば、当然ね、そういう人を求めている会社に就職するってことになるんだと思うんですけども、その時にやっぱりね、なんでしょうね、もう100% で10年間走り続けようなんてことは無理だとしても、およそ 70% ぐらいから 60% ぐらいで平均的に少なくともですよ、長いこと働いていただけるっていうと、そうするとやはり採用する側からするとありがたいですよね。なので、私の場合は先ほど言ったように、人展開ということがあったり、こと展開ということの両方の観点から人を採用する。ただどちらにしても一番最初はやっぱり誠実さがあるっていう人ですね。嘘をつかないとかごまかさないとか、自分で自分の責任をきちんと果たそうとするとか、それは体調悪い時とかもいろいろあるかもしれませんけれども体調が悪くて休んだら休んだで、代わりに何かちゃんと埋め合わせをできる、自宅でできることを自分でやるとか、誰かにちゃんと手配をしてその部分をカバーするとか、そういうことはやっていますけれども、大概ですね、あんまり私はああしろこうしろって言って細かく管理するっていうことが好きじゃないので、一切管理はしません。なので、私の場合は私のグループの企業で働いている人たちっていうのは勝手に生息してるみたいな感じで仕事をしてます。ルールがあった方が働きやすいんだったらルール決めたらっていうことですよね。こういうルールがあるとかえって邪魔になるっていうんだったら、そこはなくてもいいんじゃないっていうようなスタンスです。でもちゃんとその事業が機能していくということ、これがとても大事なことであり、そしてちゃんとなすべきことがなされていくということが大事なことであるので、私の場合はね、採用基準というのはそんなことで、人展開こと展開っていうところで、事業が生まれ、そしてその事業が育っていく、そしてできることならば私は作物を育てるようにですね、少しずつその事業っていうのは育っていくものなので、短期間でポッと短期間でパッと刈り取るっていうようなことはどちらかというと私はあんまり好きじゃないというかね、長く時間をかけてどんどん成熟していくとか、どんどん育っていくっていう、どうしても長期的な事業をやりたい方というか、そういう事業を育てていきたいと思う方なので、短期間でバーッと育ててM&A でポンと会社売ってしまうみたいなことも一つの手法としてはありなんですけれども、私はどちらかというとそうやって長期的に事業が育っていく、そしてその事業が続いていくっていうことを一緒になってそういうものをそういう人たちをと働いたり、そういうものを育てていくっていう農耕民族なのでね、どちらかというと。なので、私の採用基準としてはまずは誠実な人、そしてやはり、ある程度長いこと腰を据えて働いてくれる人というのが理想だとは思ってますね。その上で、みんな調子がいい時悪い時いろいろありますから、助け合って一つの大きな家族のようなね感じで、こっちが調子悪い時はこっちが頑張る、こっちが調子悪い時はこっちが支えるって、そういう関係を作りたいですよねっていう話はグループのスタッフさんとはよく話しております。ということで、お答えになっているかどうか分かりませんけれども、おそらく、多くの経営者の方々が望まれるっていうのはね、やはり、誠実であること、それから最低限必要なスキルは持っていないといけない。持っていなければ自分でそれを勉強して、その会社で求められているスキルというのをちゃんとね、自分で怠ることなく磨いていく。知識とか技術はやっぱり必須ですから。それはお金をいただく以上最低限大事なことだと思いますから。でそれが今できなくても一生懸命それを吸収してやろうとするって、そういう姿勢があるってことは大事だと思いますね。でその上で、おそらくどこの事業所さんもですね、入ってきてすぐに辞めるっていうことは想定していないと思いますから、正社員として雇うんであれば、正規で雇うんであればね。ですからとにかくそんなことで少しでも長いこと働けるっていう、そういう働いてもらえるっていう人を求めてらっしゃるっていうのは
おそらく、私も一緒ですし、皆さんも変わらないんじゃないかなと思います。はい。で、最後になりましたけれども、マリスさんにですね、ちょっとアドバイスがあって、でそれは何かというとですね、看護師としての資格を持ってらっしゃる。だから看護師の資格を生かして働きたい。そしてある程度やっぱり条件もいいでしょうからね、看護師さんとかってなるとね、そこで働きたいっていう思いはあるかもしれませんけど、どこかでそこにとらわれすぎる必要もないのかなと思ってます。というのは今ね、在宅でできる仕事っていうのも本当にいろいろありますし、マリスさんも調子がいい時と悪い時があったりして、ね、迷惑かけたくないと思ってるわけじゃないですか。だからどこかでね、看護師という仕事もあり、だけども46歳でしょ。まだまだこれからいけます。私の関わっている事業でも60歳からこの人一緒に仕事をしたいなっていうんで60歳から声をかけて新しいことを立ち上げられた方もいます。ね、なので46歳っていうね、まだまだだと思うんですよ。ですからぜひね、看護師というのもありなんですけども、ひょっとしたらですよ、看護師以外のお仕事でマリスさんが体のこともありながら続けられるっていう仕事があるかもしれないっていう視点で、そしてご自身の体調とか状況に合わせてですね、できる仕事を育てていくっていうつもりで、もう一度改めて職探しっていうものを見直されるということもありかなと思っています。はい。ということで、私の会社というか事業に対してね、採用誰かするという時の、採用基準といいますか、私が考えている採用する時のこんな人が来ていただいたら嬉しいなっていうことを少しね、ここでお話をさせていただきました。どうぞ本当にまだまだこれから今の状況でできることはたくさんあると思います。なのでね、ぜひね、そういった意味で柔軟に発想を持って、そしてお仕事、できるだけ長く続けられるお仕事っていうのを改めて、自分でね、求めてみてください。考えてみてください。きっとそんなお仕事が見つかってくると思います。応援しています。頑張ってください。